さてやってまいりました HKS ワークス、ここで次の段階に黒八を送り込もうと思います。よろしく頼みますよ。よろしく頼みますよ。わかりました。まさか。まあ今まではさ、はその NA で楽しみたい人のための86を作ってきたの。はい。黒八を。はい。で今度は、はい。速さを求める人たちの86を作りたいなと。はいはい。ぜひ力をお貸しいただきたいと。とんでもございません。うちらの力でよければいくらでも。まあ86をね旧型って言っちゃなんだけどもね、そうですね。トヨタ86を楽しんでらっしゃる方も世の中たくさんいるんで、世界中にね、日本だけじゃなくて、NA が好きだっていう人は今まで僕がやってきたその黒8でやってきた NA を大事にする、 NA で楽しみたい、ここからはですね次の段階として、いや速いトヨタ86が欲しいっていう人のための86作りをやっていきたいと思います。菊ちゃんです。よろしくお願いします。こちらこそ行ってみよう。ないんで、はい、そうですそうです。でよりこんにちは。フィーディングよくみたいな。ちょっとちょっと待ってください。君たちは何をしてるのかいやごめんなさい、完全にこちらのセリフになってしまうんですけど。あんたたちは東雲のアピットじゃないの？いやちょっとごめんなさい。なんで HKS にいるの？いや HK さんにもすごくお世話になっております。いやごめんなさい。それよりも土屋さん体一つでどういう状況ですか今？俺は86できたんで黒8で。びっくり。いつもこのテクニカルファクトリーさんお世話になってるんですけど、ちょっと今違和感しかないんですけど。お世話になってるのはアピットでしょ、あなた方は。そうですね。アピットさんもお世話になってますし。相談させていや。俺は漫才やりに来たわけじゃないんだよ。このじゃあちょっとごめんなさい、もう僕らねもう話言ったら済んだので。どういう話になったの？結局は今度飲み行きましょうっていう話。全然してない。飲みましょう。六本木行きましょう。もう六本木。じゃあ行こうぜ。行きましょう。でも俺的にはやっぱり谷口とか折戸に相談してるから、だから今までは NA でね、NA で86を楽しむ、そうですね。で壊れない86っていうのがもう理想なの俺は。だからやっぱり壊れない86で袖ヶ浦で何秒出るかなって、まあ17秒が限界だったから、で4スロもつけてっていういろんな楽しみ方が NA であって、じゃあ速さを求める人たちもいるわけじゃん、86BRZ は。じゃあどうしようかなって谷口に相談したら「いやターボがいいんじゃないですか」で折戸に相談したら「いやスーパーチャージャーがいいんじゃないですか」ってここは分かれた。分かれた。だったらHKS のテストドライバーの谷口の言うことを聞こう。なるほど。そこは。そうだからまあ谷口の方がまあ正解かなと。いろいろ乗られてます。そうそうで俺的にはやっぱその谷口がおすすめする壊れない300馬力以内、そういうので長谷川さんを紹介してもらった。じゃあこれをつけました。あとは他に必要なものってあるんですか？まあパワーが上がるとやっぱり他に負荷がかかってくるじゃないですか。そうですね。はい。まあまさにおっしゃる通りで、ターボはもう下からギュンときちゃうんで、ちょっとやっぱりノーマルクラッチじゃ弱いというか滑っちゃいます。もう全然持たないんで、だからクラッチの交換は必須、マストになってきますね。駆動系はどうですか？駆動系はまあサーキットですごい過激な走りをなさらなければミッションにしてもデフにしても歯車がいけちゃいます。さすがにこれで強化ミッションまでっていうと敷居がかなり高くなってしまうので、クラッチだけ？そうですね。クラッチだけ変えていただければ。オイルクーラーとかは？オイルクーラーとかもそうですね。ごめんなさい。冷却系として考えれば、オイルクーラーは当然。まあこれはもともと86自体が、ZN6 と前型のやつはオイルクーラー自体がもともと車についてない車なんで。じゃあクラッチを絶対交換でしょ、ターボにしたら。でオイルクーラーもつけてくださいですね、ターボの場合は。スーパーチャージャーなんかだと僕らも使い方によってはまあ様子見られてはなんてお話しすることもあるんですけど、ターボはもうマストでつけていただいてます。じゃあこの2つぐらいで
300馬力弱だったら大丈夫？このタービンのスペックだと基本的には280前後なんですよ。はい。なので一応、もし300ぐらいにしたいっていうお話であれば、ちょっと燃料系、ああ、そっか。はい、インジェクター？そうですね、インジェクターのセットが 1ケースで出てますんで、まあ、そちらをつけていただければノーマルで足りない部分を補えますんで、はいはい、であとはまあブーストを上げるにあたって、まあ、アクチュエーターが調整式なんで、はい、これでブースト上げてもらうもよし、まあ、ブーストコントローラーつけてもらうでもよしで、ちょっとブーストは当然上げないとパワー上がりませんので、そうですよね。はいはい、ブーコン入れて、まあ、インジェクターつければ一応このタービンのスペックの300ぐらいまであと20馬力ぐらい引き上げられますよっていう。それでいきましょうよ。ぜひ。一応今回は、はい、ポン漬けよりはちょっと一味効かした方がいいかなと思ってますので、一応その方向でひねりを加えて、はい、ひねりを加えて、はい、それでよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは取り付け入りたいと思います。どうぞ。